こんにちは、あきこです。えっ、と、今日は、私のね、一番大事にしているところっていうか、考え方のね、軸になっている、ちょっと考え方があるので、それをね、お話ししたいなと思っています。えっ、と、私たちって宇宙からできてるじゃないですか。まあ、この地球のね、惑星も宇宙からできてるしね、いろんな宇宙人とかもね、まあ宇宙からできてる。神様とかも結局宇宙からできてるから、まあ全部ね、すごい力持ってるんですね。私たちも持ってるし、まあ神様とかがすごいって言ってるのは、私たちも宇宙からできてるから同じ力あるってね、何度も言ってますけど、で、立ち位置としては対等なんですね。対等。上とか下ってないんですよ。宇宙って対等なんですね。なんかほら、地球ってやっぱりほら上下関係とかあるじゃん。ね、先に生まれてたからとか、後に生まれてたからとか、あの人が上司だから、この人が親だからとかね。うん。対等なんですよね。宇宙は対等だから。うん。だからね、神様も対等なんです。うん。ハイヤーセルフっていう自分自身ですよね。うん。ハイヤーセルフに関しても、ハイヤーセルフはとても遠いところにいて、なんか自分じゃないような神様のようになっちゃってるっていうのも、これ一種の幻想というか、まあそういう風になってなくちゃいけなかったがね、今まで。まあ早いうちにからくりというか簡単につながれるとかね、いつもハイヤーセルフである自分たちとかが分かってしまったら、私たちがまあこの地球の中での経験ができなかった、すごい力持ってるっていう感じになっちゃうとね、不便さなどを学ぶことはできなかったので、簡単だっていうことを、まあ、遠いものである必要があったって感じですね。そう。だからすごい遠いもののようになってたんですけど、ハイヤーセルフだって自分だからね、対等なんですよ。で、よくね、講座の中で、ハイヤーセルフとちょっとつながっていただく、なんか会いに行ってね、ハイヤーセルフと統合するっていうか、一体化するんですけど、その時にやっぱ入るのに躊躇するんですよね、自分自身だからね。うん、自分自身だけど、まあやっぱりハイヤーセルフ様みたいな感じあるじゃないですか。もう全然そこにガーンって入って、あぐらかいちゃうみたいな感じなんですよ。うん。自分だから切るも切らないもないって感じだよね。だからそのつながった状態で切ってもいいですかとかね。今これをこのままの状態でいいのかしらなんてありますけど、いいって感じ。もういい。自分自身なのになんでそんな遠慮するのっていう。ほんと対等。対等だしハイヤーセルフは特に自分自身だから、なんていうのかな。うん。遠慮する必要がないって感じですね。自分自身に遠慮してるって、本当にどうやったら自分自身って思えるかね。うん。すごい遠いものじゃないんですよ。だから。すごい力持ってるから、やっぱり自分自身っていうのが当たり前なんですね。ハイヤーセルフみたいな力があるのが当たり前だから、そう、そんな感じになるとあれかな。対等です。だから、ハイヤーセルフから、今世のね、そうだ、今世の自分にどこに一番力あるかって言ったら意図するところなんですよね。どことつながるか。だから全部意図して、まあ、こういうこと体験したいな、こういうことを、ところとつながりたいなっていう感じで、周波数で選んでるんですよ、自分で。こういう気持ちになりたいなとか。だから、まあ、わかりやすいところで言うと、まあ、全てが、だから主導権は自分にあるんですね。主導権が自分にあって、自分が体験したい周波数帯のところを選んで生まれてきてるって感じだから、大きい目で見るとだよ。親とかがさ、結構ひどい親、毒親みたいのいるじゃん。うん、なんかすごい大変だと思うんですけど、大きい目で見ると、今世のね、自分は大変だと思うんですけど、大きい目で見ると、その周波数帯、毒親みたいな人のところで、まあそういう経験をしてみたかったっていうところが読めるって感じだね。周波数としては。うん。そこはだから宇宙ではね、そういう経験がすごく貴重なんですよ。とてもまあ、いつもね、楽しいことばっかりでね、いいことばっかりあるわけじゃん。すぐ叶っちゃったりする。だから不便さを体験したくて地球に来てるから、そこのなんか毒親の、なんていうんですかね、ひどいみたいな。うん。そういうところもやっぱ体験したかったんだよね。体験したかったからそこを宿命として選んでいて、まあ多分そういうところの方っていうのは結構もうひどい目にあってね、スピリチュアルに目覚めるっていうことが途中からあると思うんですけど、そういう感じの流れを設定してきてるっていう感じです。だから自分自身が
まあ周波数帯で選んでるんだよね。だから意図するところに力があるっていう先ほども言いましたけど、今のねここにいるだけでハイヤーセルフにつながる、神様につながる、過去世につながる、こういうことを経験したい、未来世を見る、あと今にいる、何にもしない、おかえり、あとなんだろうな、とにかく全部意図するところには今世の私にあるんですよ。今世の私にあって、ハイヤーセルフにあるわけじゃないんですね。神様にあるわけじゃないんですよ。っていう感じになりますので、おかえり、そういう感じでね、ご自身の何て言うんだろう、意図するところっていうのがすごく力がありますので、そこに関して自分自身で意図するところに力があるんだなって思っていただいて、ここにいるだけでだってさ、宇宙存在とかつながれちゃうんですよ。行かなくたってつながれちゃうってすごくないですか？そういうことですよ。ねえ、すいちゃん。ねえ、よく宇宙語とか喋ってますけど、宇宙語喋るだけでさ、宇宙語喋るって決めたらいろんなカルマの解放ができたり、例えば前世見た時に前世見ようってなるじゃん。で、周波数をね変えたいなと思ったら、書き換えることができたり、書き換えっていうのも今世の自分には書き換えることできるけど、前世の自分にはできないんですよ。今世だけにそれができるっていうね感じになりますので、本当にねいろんな力、今世意図するところ、書き換えられちゃうとかやばいよね。何やりたい？あなたの好きなように、本当に好きなようにやっていいよっていうのが、主導権、軸、全ての力っていうのを今世の自分自身が持っていますので、ハイヤーセルフにあったり神様にあったり他の宇宙存在にあったりするんじゃなくて、今の自分に委ねられてるっていうことですね。素晴らしい力がありますので、そう考えたらすごいんですよ。本当に何でもできちゃう。何でもできますのでね、そこの部分を意図していろんなことをやっていただくといいんじゃないかなと思います。何かの気づきになればいいんじゃないかなと思って発信しました。ではでは。